こんにちは。今日はね、前回の続きなんですけど、日本語を自然に話す方法ですね、パート2になります。今回は前回の続きなんですけど、まだ前回の動画見てくれてなかったら、見てくれたらもう少しわかりやすくなると思いますけど、別に見なくてもいいです。ここでちょっと簡単に、前話したことも話すんですけど、まずその自然に日本語を話したい時に2つ種類があると思うんですね。で1つ目は日本語の自然な文を作るってことですね。で2つ目は、日本人と自然に会話するっていうことです。でこの1つ目の日本語の自然な文を作るっていうのは、読むのがいいよっていう、話を前回したんですけど、今回は、2つ目の自然に会話をする日本人と自然に会話をする方法っていうことについて、お話ししようと思います。これは本当に難しいんですね。っていうのもその話す相手によって全然違うんですね。僕が家族に話す時と友達と話す時と、新しい友達に話す時とか、あの全然知らない人に話す時、古い先生に話す時、新しい先生に話す時、もうちょっと話し方違うし、なんかそれで自然じゃないこともあるので、なので僕ちょっといろいろ今日考えて、いつでも使えるテクニックについて話していこうと思います。3つあるので、順番に話していくんですけど、まず1つ目は、相槌を増やすってことですね。相槌って知らない人のために説明すると、他の人が何か話してる時に、うんうんうん、そうそう、そうだねとか、こういう、これは相槌って言うんですけど、これも僕のポッドキャストで話したことあると思うんですけど、やっぱりこれ大切なんですね。日本人っていうか日本語って本当に相槌が多い言語だと思うんですよ。僕も友達と話すとき、友達のエピソードを聞いてる間に多分100回ぐらい本当に相槌すると思うんですよ。なので、普段あんまり自分で相槌しないなって思う人は、ちょっとオーバーすぎるぐらい相槌してもいいと思いますね。で、別にオーバーでもいいんですけど、一番大切なことは、相槌するタイミングですね。たくさん相槌してても、そのタイミングがあんまり良くなかったら、ちょっと自然に聞こえないこともあるので、そのタイミングが一番大切なんですけど、逆に言えばタイミングが良かったら、別にそんなに相槌しなくてもいいんですよね。なので今日は、相槌のタイミングっていうことについて話していきたいんですけど、ちょっとこれ説明のために僕、これ準備してきて、2つの文があって、同じ意味なんですけど、どこで相槌するのがいいかっていうことについて話していきますね。まず最初が、俺昨日さ、服屋でズボン買ったんだけど、ちょっとサイズ大きいからさ、返しに行きたいんだよね。一緒に来てくれないっていうものですね。これどこで相槌するのがいいと思いますか？ちょっと考えてほしいんですけど、相槌した方がいいポイントは、これは簡単でしたかね。これ、俺昨日さ、で、うん。服屋でズボン買ったんだけど、で、うん。ちょっとサイズ大きいからさ、うん。返しに行きたいんだよね。うん。で一緒に来てくれない？で、最後は別に、相槌いらないんですね。っていうのも、この最後は、もう自分の、話すターンなので、相槌じゃなくて自分の話したいことを話せばいいと思います。で、次もう一つ行きましょうか。俺さ、昨日服屋で買ったものがあって、ズボンなんだけど、サイズが大きいんよ。だからさ、返しにその服屋に行ってもいいっていう文ですね。で、この文で相槌した方がいいポイントっていうのが、で、これですね。俺さ、うん、
昨日服屋で買ったものがあって、ズボンなんだけど、サイズが大きいんよ。で、これ、一応文終わってるんですけど、まだ文が続きそうだから、が必要なんですね。で、だからさ、返しにその服屋に行ってもいい。で、次は僕のターンっていう感じですね。まあ、大体分かったと思いますけど、ちょっと、会話というか話す中で、ポーズができる時がありますよね。で、そのポーズに、うまく、とか、そうとか、みたいな、それを入れると、まあ、自然に話せるかなと思いますね。で、これがその相槌の仕方だったんですけど、次2番目が、反対するときですね。僕的にはこれが一番自然さにとって大切だと思いますね。僕がよく違いを気づくことなんですけど、その日本人と話してる時と外国の人と話してる時にちょっと違うなって感じるポイントなんですね。で、この反対の仕方、反対の上手な仕方っていうのも人によるんですね。人とかその関係によるので、僕が今から言うことが100%正しいわけじゃないんですけど、まあ、ポイントは、とりあえず賛成します。で、その賛成した後で、小さく反対するっていうのが、まあ、一番いつでも使えるテクニックかなって思うんですね。例えば、友達と一緒に映画見に行きますよね。で、友達は面白かったって言ってて、で、私はあんまり面白くないですね。で、その友達が、なんか今の映画面白かったな、みたいなことを言った時に、多分日本人、普通の日本人だったら、まあ、確かに良かったね。でも、なんかもうちょっとキャスティングが良かったら、もっと良くなってたね、みたいな感じで話します。まず、その面白かったなって友達が言ったことに賛成するんですね。確かに良かった。でももうちょっとキャスティングが良かったら、もっといい映画になってたねって、その自分の意見とか反対の意見をちょっと小さく入れるっていうことですね。で、これ逆バージョンは、つまり私は映画面白かった。で、友達はあんまり面白くなかったパターンは、友達があんまりこの映画良くなかったなみたいなことを言って、で、僕は、まあ、日本人は、そうだね。でも、私は結構好きだったかも、みたいな感じで言うと、僕は自然だなって感じるんですね。もちろん、まあ、関係にもよるし、めっちゃなんか仲がいい友達とかだったら、まあ、喧嘩になることもあると思うんですけど、でも、とにかく最初は、そうだねとか、そうね。で、賛成すると自然になる、可能性がもっと高くなると思いますね。ちなみに僕は反対しないんですね。僕いつもそうねって言いますね。僕がその映画面白くないって思ってて、友達がその映画面白かったって言ったら、でもう僕の意見はもうなくなるんですね。本当に面白かったねって言うだけ。これ仲がいい友達でも僕はあんまり反対しないので、まあ本当に人によるんですけど、日本人と上手にコミュニケーションするためには、まあ、こういうテクニックもいいかなと思います。で、最後のポイントなんですけど、これちょっと別の動画でまた話すかもしれないんですけど、あの3つ目のポイントは、その分からないってあんまり言わない方がいいっていうポイントです。っていうのも、日本語でこの分からないとか分かりませんって結構強い言葉だと思うんですよね。その分からないってなんか問題があってめっちゃ考えて、でめっちゃ考えた結果分からないっていう、この分からないの強さが、めっちゃ強いので、僕も分からないってあんまり日本人と話すとき言わないし、家族とか友達も、そんな感じなんですね。
でも例えばわからない質問ありますよね。なんか、日本で嫌なことあるとか、将来住んでみたい家あるとか、友達との会話でよくあるトピックだと思うんですけど、まあもちろんそんなことってあんまり普段考えないからわかんないって言いたくなりますよね。でも僕がその質問もらったら多分わからないって言わないんですよね。僕とか僕の日本人の友達だったらとりあえず答えがないとか僕が自分があんまり考えたことがない質問もとりあえず考える。で、本当にわからないときは、ちょっと違う答えを話すっていうのが、テクニックになります。例えば、日本に住んでて嫌なことあるっていう質問の時に、もちろん嫌なこと考えますけど、わかんないとかない時には、嫌なことはないけど、嬉しいことはいっぱいあるよって、嬉しいことはつつつつみたいな、感じで会話を続けたり、もう一つ、その将来どんな家に住みたいっていう質問も、わからない人もいると思うんですよね。で、住みたい家は、わかんないけど、住みたい街ならあるよとか、住みたい国ならあるよとか、住みたくない家ならあるよとか、なんか似てるけどちょっと違う答えに持っていって、で、会話を広げるっていうのも、いいトピック、いいアプローチ、その自然に聞こえるためにいいアプローチだと思います。こんな感じで、今回は3つですね。相槌を増やすっていうことと、反対するとき、反対の仕方っていうことと、わからないはあんまり言わない方がいいっていうことでした。何か興味があったり、参考になるようなことがあったら嬉しいです。じゃあ今日もここまで見てくれてありがとうございました。